村ラジオが初めての陽介くんは、たくさん経験値を積んだ健太兄ちゃんこと、番組冒頭の掛け声を母音だけで教えてくれる母音母音兄ちゃんのもとを訪れて、今日も掛け声を教えてもらうのでした。母音母音兄ちゃん。いやー、久しぶりに動物園来たな。いやー、でも鳴き声すごいね。こっちもすごいな。何がいいんだろう。あれなんか聞こえますけど。あれ兄ちゃんじゃん。何してんの俺の中で。よかったお前。昨日お前飲みに行ったらよお前。飲みに行ったところまで記憶あるんだけども、朝目覚めたらお前ここだよ。お前こいつらお前仲間とお前困すためにさっぽく泣いてんだけど早く出してくれよ。分かった、じゃあ飼育員さんに行って鍵もらってくるね。じゃあそのあれ掛け声教えてよ。その今かよお前。必要ねえだろお前これ。もう鬼だなお前。しょうがねえなお前。今日の掛け声はお前これだよ。はい。おうえんおおいあえおあうい。おうえんおおいあえおあうい。わかったか。これでお前飼育員に鍵借りられるな。おい陽介頑張ってな。陽介さんまもなくでお前す。番組始まるんじゃねえか。3秒以内にさっき教えた掛け声叫ぶんだ。動物園と、ドーパミン注入。バサラカスパイエアそれ飲みすぎ。いや飲んでないんだよ。スパイエアバサラカスパイエアのバサラカ。こんばんは。時刻は深夜1時を回りました。スパイボーカル陽介とドラムのケンタです。この時間からは僕の出身地である福岡から日本中世界中に発信していく番組スパイのバサラカをお送りしていきます。長いね。でも惜しかったよ。動物園のお土産コーナー好き。なんで分けんのお土産1回目は分けちゃったと思った2回目はちゃんとお土産コーナーって言って。だから分かんなくなるじゃん。1回目と2回目で変えちゃったらもう分かんなくなるじゃん。はい、そんなこともあるね。はい、ということで、10月4日、世界動物の日、動物の保護や愛護を考える記念日として制定されており、現在福岡市動物園では動物サポーターを募集していて、動物園に1500円以上の寄付をするとサポーターになることができます。サポーターになると1年間に入園料が無料となる年間パスポートが発行されるほか、寄付金額によっていろいろな特典を受けることができます。そうなんだ。そんなことあるんだね。福岡市動物園いいよ。あ、そうなんだ。全く行ったことないな。そんな遠くないのよ、福岡市内から。だからね、フラッと行きやすい。いいっすね。で、わりかしその規模もさ、1日ないと回れないみたいなとこじゃないから、割とさらっとこういっぱい動物見れるのよ。いいっすね。結構ね好きなの。皆さんもね、動物園はやっぱ動物保護の観点も兼ねてるんで、ぜひねサポーターになってください。そうっすね。年間パスポート発行はだいぶこれ安いと思うね。そしてなんと10月18日、半年ぶりの生放送です。そんなやってなかったんだ。全然やってないよね。やけに福岡行ってないなと思ってたよ。いや、福岡には行ってたね。行ってたけど生放送やってない。そうか。そうなんだかんだ土曜日がライブで、その日移動で、だから前日入りして収録とかやってとかはあったけど、確かにそう生放送はもう半年ぶり。やりましょう。ということで今回の生放送では企画をやるみたいです。なんでしょう。漢字読みクイズ。負けないね。本当に言ってる？負けません。以前の放送で、健太が漢字の読み方クイズがやりたいと言っていたので、そんなに自信があるならやってもらおうじゃないかと思います。そこでリスナーの皆さんに、健太もさすがに読めるんじゃねという LINE の漢字を送ってもらう。いいですね。ただ、これだけじゃどういう LINE か難しいと思うので、
健太がこれまで読めなかった漢字をいくつか教えてくださいということで。はいはい、まずは、有名なところでいくと、やっぱり平野正門、平正門読み、はい、あとはこれメールとかでも来てましたけど、バンバンジーボーボー通り読み、この辺ですかね一番。あとは東京にある麹町っていう駅か、あれ町の名前でいいのかな、町、あるんですけど、あれずっと麺町って呼んでましたね。そういうなんかラインですかね。熟語だけど百聞は一見にしかず、百見は一見にしかずとかね、ナチュラルに言ってたしなんかそういうね、そうだから結構ね、多分小学校高学年ぐらい、高学年、中学、高校レベルではもうね難しいんじゃない。難しい。それはねもう俺がお手上げになると思う。高校生で初めて習うみたいな感じは難しいけど、高校生なら読めて当然だよね、中学生で習ったもんねぐらいの感じだったらいいぞ。その辺は俺が勝負できる。ちょっとやっぱ高校とかになってくると俺はもう刀は抜かないので、いやだからこれ採用されるのに結構ね、多分難しいラインだね。だから採用された方には何かやろうね。じゃあ採用された人には、だからさっきスタッフとも話してたけどプレゼント、で俺らが自腹でスパイアのグッズを買って、その採用された人に渡す。で最終問題に採用された人は、俺らの私物プレゼントっていうのどうですか？いいと思いますよ。だから割とこう一人でいろいいろ漢字考えて何件送ってもらってもいいんで、採用されたもん勝ちです。そうね、ぜひみんなちょっとそこもまずそのね、いいライン、いい塩梅をちゃんとあれしないと、吟味しないと採用されないよってことなんで、よろしくお願いします。ということで今週はですね、ジャストライクディスが終わったばっかり。そうですね。ということで、参加してくれたリスナーさんからたくさんメッセージいただいているので、この後、たくさんね、今日はもう振り返ろうかなと思っております。番組では皆さんからのメッセージまだまだお待ちしてます。メッセージの送り先はすべて小文字でバサラカ@fm福岡 .jp basaraka@fm福岡 .jp もしくは FM 福岡ホームページにあるメッセージ応募フォームから番組名スパイのバサラカを選択して送ってください。番組実況も大歓迎です。 X でハッシュタグバサラカをつけてポストしてください。それではスパイのバサラカ、この後深夜1時30分までお付き合いよろしくお願いします。スパイエアのバサラカ、お送りした曲はスパイアでブリングザビートバックでした。それではこちらのコーナーに参りましょう。ジャストライクです2025完走。よいしょ。いや終わったね。先週末に、9月27日土曜、28日日曜、山梨県河口湖ステラシアターでジャストライクです2025が行われました。いやー大変でしたね。お疲れでした。これはね2日間本当に、被ってる曲はあれど全くそのポジションも違うし、が違う、いわゆるブロックと言われるさ、構成も違うし、MC の位置も違ったりとかね。曲を終わるのかジャーンってやるのか次の曲につながるのか覚えられない。だから初めてなんじゃない、あんなセトレにさ書き込んだの。そうかも。最終的にタスクさん待ちで締め書いてあったそれぐらい書かないともう忘れちゃうぐらいね。忘れちゃう、覚えてらんない。もう本当にね、それこそタスクさんとかユージはね、ギターを変えたりするから、それでね、待たないととかね。めちゃくちゃユージと目あったもん、曲の終わり方のいやあれね、俺も見てたけど、こいつらまだ悩んでんなこいつはどっちだっけって思ってんなと思って閉めるんだよって俺もあった、あんだけ煽っときながら、あれ次の曲なんだっけ、あれでしょ、現状でしょ、現状、これ大丈夫と思っていやしかもさ、その現状ディストラクションの前の MC で、お前らこの曲でいつも盛り上がってんだろって言っててなんだっけみたいな顔してるからみたいな。いやもうね、すっ飛んだのよ、現状の前の煽りってことはもう体に入ってる、でも本当に現状ディストラクションだっけと思って、俺前さ、どこだっけ、なんかサンディエゴかどっかでもさ閉じてんじゃん、それあったから、あれ本当にジャストワンライフじゃないよな、いやジャストワンライフ入ってないしなみたいいやおもろかったね、いろいろあったね、ステージね、面白かったですが、皆さんからたくさんいただいてるのでね、じゃあ5つ紹介していきましょう。
ラジオネームアリンコちゃん、ありがとうございます。お初めてお便りします。おお、ありがとうございます。書いては消しての繰り返しでなかなかうまく思いが言葉になりません、うん、でもこの溢れる気持ちを伝えたいので頑張ります。JLT お疲れ様でした。高校生の娘と2日間参戦しました、私は今まで何かに夢中になることはなく、周囲の人たちの推し活の話を羨ましく聞くばかりで、自分には一生関係のない世界なのだと思ってました。そんな時、子供に付き添ってみた配給の映画でオレンジに出会い、スパイアを知り、洋介さんの声にドハマりしてしまい、気がついたらライブにまで足を運び、推し活をしている自分がいました。嬉しい。ものすごく楽しいです。若返ります、内向的な性格なので、ライブで声を出したりジャンプしたり一緒に歌ったり絶対無理と思っていましたが、いつの間にかジャンプして歌ってましたよかった、私にもそんなことができるんだってびっくりしてます、JLT に参戦してすごい一体感で、本当にみんなスパイが大好きな人たちが集まってるんだなと思ったら胸が熱くなりました。これからも応援していきます。来年も絶対参戦します。ありがとうございます。嬉しいね。これはね、本当に思った。やっぱね、ご家族で来てる人いたなと、そうね、多かったね。俺と多分もみけもかな、リハ前にさ、ちょろっとさ物販とかさ見に行ってんの。したらやっぱね、ちっちゃい子もいたし、なんならワンちゃん連れてきてる人もいたし、家族連れも多かったし、でなんか一人の人ももちろんいたん、もういっぱいいたんだけど、なんかすごいなんかもうあれなんかすごいパーティーしてパーティーいや最後諦めるのよなんか締めれないから分かんない、だからお祭り感があったってことでしょ。そう分かる分かる。なんかもうなんか親戚のみんなが集まったねみたいな感じがすごいファンの人たちの中でもあったから、久しぶりみたいなのあるだろうしね、きっとすごいそれが良かった。そうだからやっぱね、この年に1回これっていうのがあるっていうね、ああいう楽しみがあるし、そう絶対そうでやっぱり指定席の良さってやっぱそこなんだよね。そうだね、みんなで楽しめる。でかつそれこそ河口湖っていうなんていうの、一筋縄ではいけない場所、なかなかね、そういろんなものを駆使してやっと行けるところに行くっていう旅行感、でやっぱり家族の人で来るのも多いし、だから河口湖の周り多分めちゃめちゃファミリーがいろんなところ貸し切ってたと思うよ。いろんなコテージとかコテージとか、そういう楽しさもあると思うから、だからこそのお祭り感、これも大事だなって思いますね。ね、本当にいい光景だった。そうだからまたやりたいですね。続いてラジオネームなしさん、はじめまして。最初のライブ参戦は2012年のダイナマイト、そこからもう13年、私が今23歳なので半分以上をスパイの音楽と共に生きてきました。じゃあ10歳から来てるってこと？そうだね。いやすごい。今回両日参加して改めて感じたのが、メンバーの人柄の良さ、 MC のうまさ、曲歌の強さ、そして何より陽介さんが入ってくれてよかったということです。新たに加入することのプレッシャーを乗り越えてここに立ってくれている感謝を本当に伝えたと思いました。Just Like This を歌う時のこちらにぶつかってくるメッセージ、本当に泣きそうになりました。瀬戸りも最高、ファンも最高、何もかも最高で贅沢な2日間でした。1月の振り替え公演も参加するのでまたお願いします。ありがとうございます。これだけ言っといていい？泣かんかったんかい。これだけは言っとくね。泣かんかったんかい。泣かんかったんかい。泣いてくれ。まあでもそうよね。まああの2日間は贅沢だったなって思うね。俺らも本当にだから楽しんで、まあなかなかないね、2日間にはなったと思うんで、よかったんじゃないでしょうか。もう一件あります。ラジオネームゆうりさん。ゆうりさん、ありがとうございます。やすけさん、けんとさん、 JLT2 日間本当にお疲れ様でした。私は2日目に参戦したのですが、アニメ曲の一体感と盛り上がりはいつも以上にすごくて、本当に幸せな時間でした。そしてこの場を借りて陽介くんに一つ謝らせてください。CD ブースでステッカーを直接手渡ししていただいた時、本当はすごく嬉しかったのに、緊張のあまり全然嬉しそうな顔ができませんでした。ごめんなさい。本当にめちゃくちゃ嬉しかったです。素敵な思い出をありがとうございました。スパイアが、そしてスパイの音楽が大好きです。これからもずっと応援させてください。ありがとうございます。いや2日目のね、あれすごかったよね。いやすごかった。パワーはなんかやっぱりこのなんだろう、レア曲、1日目はまあほぼほぼレアな曲だったと思うけど、そのレア曲はレア曲で熱さがあるんだけど、なんだろう、やっぱりアニメに使われた主題歌の1音目出した瞬間にこの来たこれ感、これみたいな熱量の上がり方すごかったね。すごかったね。だってずっとあれでしょ、ずっとハンバーグ、ずっととんかつみたいな状態で、メインディッシュ、ずっとメインディッシュ出てきてる感じね。なのにみんな食べきったね。食べきってたもう腹パンパンよみんな多分。
いやでも本当すごかった、すごかった。なんかまた違ったね、いつもとのね。違う熱量があったね、あそこはね。だからやっぱアニメファンの人たちもなんか来てくれてたっぽいんで、俺いたよ。そうね、回すもんね。サイリウムねいたね。いた。あれすごかったですね。ね、あれは多分ねいるだろうなと思って、照らしてくれって言ったら本当にいたもん。いたね。ね、しかもさ、出てくる速度尋常じゃなくて速くなかったね。絶対待ってたよね。そう絶対待ってたよねみたいなあったよね。いや嬉しいね、嬉しいですね。はい、ということでたくさんのメッセージありがとうございました。またね一曲挟んでまだまだご紹介できたらいいなと思いますので、引き続きよろしくお願いします。スパイエアのバサラカ。お送りした曲はスパイアで Just Like This 2024より Just Like This でした。それでは、はい、Just Like This 感想いきますか。後半コーナーいきましょう。はい、よし、じゃあこれで、ラジオネーム K さん。健太さん、陽介くん、こんばんは。Just Like This 2025、2日間にわたりお疲れ様でした。私は Day2 にお邪魔しました。素敵な時間をありがとうございます。私の席は SS 席 C 列19番、2列目なんだ、ではありましたが、前には人がいないほぼ最前、目の前にはユージがいましたと。いつもライブでは後ろの方で後方支援隊として見ていましたので、手を伸ばせば届くくらいの場所で、お一人お一人の表情がよく見えて、なんなら目も合っちゃったりして、本当に夢のような時間でした。歌も演奏もお話も何もかも素敵で楽しかった。声が枯れるほど大きな声で叫び一緒に歌いましたと。最後にはもみけん様の様になってるもみけん様のポシェットから出てきたおせんべいを健太さんがこちらに向けてはいどうぞと渡してくださいました。隣にいた方と同時に受け取ったのですが、優しい方で譲ってくださり、そのおせんべいは私の手元にあります。スパイアはメンバーもバディたちもみんな優しいと。陽介くんと同じく Just Like This 3年生の私、陽介くんも Just Like This は特別だって言っているけれども、私にとっても特別な大事な空間です。来年も再来年もこの体が持つ限り、スパイアと、バディたちに会いに行きますと。忙しいと思いますがお体に気をつけてくださいと。ありがとうございます。おせんべい配ってたね、そういえば。いや、なんでさ、もみけんはあんなさ、ポシェットからさお菓子がいっぱい出てきたの何それと思って。いや、投げるもんないよなってなった。まあでも確かにもみけん指弾きだし、陽介に関してはもう歌だから、喉投げるわけにもいかないからね。本当よ。まあないよね、俺とかユージはね、持ってるものがあるから、スティックあるから。確かに。で俺もさ、ペットボトル投げるもんないから、とりあえずペットボトルはいって投げてたの。そしたらそれこそ1日目かな、物販ブースに遊び行った時に、そのバディツアーでペットボトル取れたんですみたいな子がいて、そうなんだって言ったら、冷凍保存してるらしい。おもろ、マジですごいね。そのままさ、ちょっと年月が経ったらさ、研究に使えるぐらい取っといてほしいわ。でもさ、ふと思ったけど、と帰りの車でスタッフとも話したけど、不衛生だよねって話をして、確かに不衛生ではある。だからなんかね、俺もなんかないかなと思って。まあ別に投げなくていいんじゃない？投げなくていいのかな。でもだから最後に、なんかまあお水、俺らが投げてる時にお水とか飲んだりしといて、最後の最後でタオルとか投げればいい。そういうことね。投げない。まあそれを投げればやっぱ1個あればさ、1個十分じゃん。だって俺も言うて2本だからね、投げてるの2回だけだから。そう、別にあそこしかも投げなきゃいけないわけじゃないから。確かにそう。いやでもなんかほらあるじゃん、やっぱタオルありがとうみたいな。じゃあ投げない、1個しか投げない。そう、1個しか投げない。ラジオネームみすずさん。はい、ありがとうございます。私は今回で6回目の JLT だったんですが、ありがとうございます。ヒストリー・オブということもあって、公演中たびたび過去の JLT の映像が頭の中で流れてきて、一曲一曲いろんな思い出があって、とにかく泣きっぱなしの JLT でした。2日間とも参戦させてもらったのですが、とにかくメンバーからの熱や愛、バディたちの団結力が胸一段とすごくて、うまく言葉に言い表せませんが、およそ10年間スパイを応援し続けてきて本当に良かったと心の底から思った、そんな最高のライブでした。そしてあの時諦めずにバンドを続けることを選んでくれた健太さん、もみけんさん、ゆうじさん、そしてスパイアというバンドをつないでくれた陽介さん、本当に本当にありがとうございます。今もスパイアが活動してくれているおかげで、今の私はくじけずに進むことができています。
私にとっても他のバディたちにとってもかけがえのない存在です。これからも何かと世界は変わっていくけど、ジャストライクディスは何があろうとバディとスパイアを引き合わせてくれる世界で唯一の場所です。このワンマンとスパイアがいれば何があろうと怖くないです。これからとずっと続いていきます。来年の夏も無事の頂で盛大に暴れましょう。つい思いが溢れて長くなってしまいましたが大好きです。愛してます。いや、ありがとうございます。愛に溢れてるね。いや本当に。ジャストライクディスさ泣いてた？あれ泣いた？泣いちゃった、泣いた？泣いてたんだあれ。やっぱ泣いちゃったね。じゃあなんかさ後ろから見てると分かんないのよ、そのなんていうのこう喉がさ詰まっちゃう時もあるじゃんボーカリストって、歌歌ってるからでなんかこう多分変なさ、内容物が上がってきてうってなることもあるだろうし、飲んだお水が急に鼻に詰まることもあるだろうし、っていうのもあるじゃんライブ中結構、泣いたと思ってあれ泣いちゃったね。泣いちゃったんだ。入っちゃった。いや入ってきちゃった何かがもうね、溢れちゃった。もう赤裸々に話すと、あの時右耳のイヤモニが聞こえてないの。あ、いやそうなんだ。でトラブってってこと？そう多分さバーンってぶつけたじゃん。ぶつけてたね。あの時多分イヤホンがどっか半刺しになったとかね。とかまあ本当ボーカリストとしてあのステージ結構苦戦してた。まあやってる側は結構ね苦戦する場所だったな。そう音環境で。音環境はだからうまくいかなかったの2日目は自分の中で。もう言った通りもう半分ぐらいでもうそれでもう力任せに全部やろうとして声枯れちゃったりとかさ。でそういうのもあってなんでこんなでも前見たらさみんな歌ってくれてんだよ。うわーってなっちゃうなるほどね。その助けてくれてるみんなの感じだもんね。そう申し訳ねーみたいな、申し訳ねーってもあるし、でもなんか歌ってくれるしありがてーってのもあるし、申し訳ねーもうダメだーってなって崩壊したみたいなね。初めてかもだからこういうステージで。そうね、俺はないんだな。いや俺もね絶対なんかいやそんなあんなんさみたいなひねくれてたよね。あんなんさいまだにまだ俺はひねくれてるけど。いやでもね俺はなんか全部が負の感情もそのプラスの感情も全部入り混じってもうなんかわけわかんなくなって涙になったって感じ。うわーってまああるんだねやっぱ。でもそういうのがやっぱ多分ステージだと思うから。いやほんとそうそう。いやなんかいいっすね。いい話っすよこれは。いい話だと思うよやっぱり。いやまあね。ボーカリストはやっぱ感受性豊かじゃない。確かに。冷めた人は何魅力的なボーカリストになれないから。冷めたやつに行くぞ。そう行かねえよってなるじゃん。もう一回行きますか。ラジオネームひーさん。ひーさんありがとうございます。洋介くん、けんたさんこんばんは。こんばんは。 JLT2 お疲れ様でした。昨年の JLT は夏にスパイアに出会えて好きになった時にはすでにソールドアウトしていたので参戦できず、今回が初 JLT でした。最高な楽しい2日間をありがとうございました。たくさんのバディさんたちともお会いできました。開催前から X で盛り上がったりしていて皆さんがとても楽しみにしているのを感じました。参戦することができてその理由がよく分かった気がします。ところで、打ち上げのお写真がとても話題ですが、お二人はどれくらい飲まれましたか？そしてあの方はどれくらい飲まれてあのような具合になられたのでしょうか？気になります。来年も JLT が開催されることを強く願っています。ありがとうございました。お体ごチェックください。X やってない人とか分かんない人の話をすると打ち上げをしてね、だから久々に全員揃ったよね。打ち上げで全員揃ったから、もみけがもう帰るっていうタイミングでね、みんなで写真撮るぞっつって、写真撮って。でももみけは聞こえてないの。そう写真撮るぞ。だからずっと帰らせてくんないっていうノリだと思って「帰るや!」みたいな。そうなってたんだ多分。なるほどね。そういうことなんだ。で俺らは写真撮るって分かってるからもみけんの顔を一生懸命手で隠してっていう写真がねアップされまして、でなんか話題になってたみたいですね。本当ね。だからもみけはね帰りの車から飲み上げてるもん。あの人すぐ飲むからね。終わった後から。あれ撮ったのが2時とか3時2時俺あの後すぐ記憶ないからもう洋介はだから3時過ぎぐらいに終わったんでしょ。4時ぐらいかな。4時ぐらいに終わった。一回頑張って帰るっつって外でやべってなっていやまだいけるかまだいけるってで水飲んで戻ったのよ。でも無理だった。そう
そうね、だからで結局だからみんなおのおの車で来てる組もいるから、家に帰ってから、お店に行って始まるから12時結局ぐらいかな多分始まったのが。俺だって着いたの1時半だもん、1時半とかだよね、でその1時間半ぐらいでもう全員が終わるぐらい早いペースで飲んでるし、ペース早かったねあの時は。そう基本ねやっぱスパイアの打ち上げってダラダラするの嫌いじゃんみんな、なんかはいそうはい行きましょうはいそう行きますよ行きますよ、いやちっちゃいのショットでっつってでなんかいろんなテキーラとかねイエガーとかバーって出てきてそれをみんなで一気にバーって飲み干すみたいな打ち上げをやってるから、死ぬのも早いねみんな。そうね、そう終わるのも早い。でもまあ結局多分ユージとか俺とかだから一番早かったじゃん陽介帰ったの、だからもみげんの次だねだから。そうだね、もみけん帰って陽介帰って俺とユージとかは多分朝までいて、あいたんだっけ、俺家着いたのだ7時ぐらいだから6時ぐらいまでやってるよね朝やんもう火出てるやん。いや火出てもう眩しいってなったもんそういう打ち上げやっておりますよね。いや楽しかったですね。本当にでもなんかいい2日間だったからいい打ち上げにもなったっていう気はしてる。本当にね。だからままたなんかねジャストライクディスもろもろでツアーも発表されましたし。そうですね。まあでも来年さっきそれこそまたスタッフとも話してましたけども来年のジャストライクディスもやるでしょう。まあまあでいろいろあるでしょう。あるでしょう。なんか忙しくなりそうですね。またね周年がねっていう感じです。そうホールツアーのはまだ出てないから。そうないからそれ以外もありますいろいろね。楽しみにしててください。だからその都度またこのね、バサラカで皆さんのお声をね聞けたらですね直接。であれ俺意外と好きなんであと想像の感想想ね。想像の感想はなんかあるたびに送ってほしい。あれはねやりたい。そうあれはやってほしいということではい。本当にたくさんの感想メッセージありがとうございます。全然まだね残ってるの本当は。でもねお時間の都合で今日はここまでとさせていただきます。年内のライブ来年から始まるツアー随時メッセージ募集しておりますのでいつでも送ってください。お待ちしております。スパイアのバサラカお送りしているのはスパイアで Just Like This 2024よりシンギングです。今日はこの曲に乗っかりながらエンディングですということで今日はもう Just Like This 感想余韻スペシャルでしたね。そうですね。でまた生放送のためにみんなには漢字をね送っていただきたいなと。健太がギリ読めそうな感じ。はいなんで中学漢字いや小学校高学年かな。いや案外小学校の漢字もやふかもしれないいやこれはちょっとひねらないと読めないなっていう感じでしょ。だから要はわかんないストレートに読めない場合もあるそれはでもだから中学校まではねだからギリギリ中学漢字ね読めそうな漢字をぜひ皆さん送ってくださいね。お願いします。ということで、先ほども言いましたが2026年全国ツアー開催決定しておりますので、詳しくはホームページなどいろいろチェックしてみてください。そしてねブリングザビートバックだったりチェイサー社員もまだまだ皆さん聞いてください。今日もたくさんのメッセージありがとうございました。番組では皆さんからのメッセージまだまだお待ちしてます。はいメッセージの送り先はすべて小文字でバサラカ@fm福岡.jp basaraka@fm福岡.jp もしくは FM 福岡ホームページにあるメッセージ応募フォームから番組名スパイアのバサラカを選択して送ってください。番組実況も大歓迎です。 X でハッシュタグバサラカをつけてポストお願いします。そしてこの番組は YouTube や音声配信サービス Spotify やラジコでポッドキャストも公開中です。再編集版の番組本編や番組収録前のアイドリングトークなども配信してますし YouTube の方では字幕付き多言語翻訳も対応してますので世界中のお友達にどんどんお勧めしてください。ということでこの時間のお相手はスパイアボーカル陽介と10月18日生放送楽しみです、はい、スパイアドラム健太でしたそれではまた来週。